皆さんこんにちは、藤森哲也です。俺の急戦矢倉第4回は先手2四歩その1、急戦矢倉の本格的な戦いを解説します。それでは大盤を使って解説していきましょう。今この局面で、先手が7九角と角を引いた局面ですね。で今まで、前回とやってきた、速攻型の戦いはここから6五歩と仕掛ける展開だったんですけれども、ここからは、本格的な急戦矢倉本格型ですねを解説していこうと思います。まず3三銀と銀を上がります。3六歩、そして6三銀とこちらの銀も上がるわけですね。でここから先手が、いろんな指し方がありまして、3五歩と仕掛ける手と3七銀と銀を使っていく、これも本格的な一手ですね。あるいは4六歩と、この歩を伸ばすという、指し方もあるんですけれども、まずはこの3五歩といきなり仕掛けてきたらどういう戦いが起きるのかというのを解説していきたいと思います。3五歩に対しまして同じく歩ですね。これを放っておくとですね、次に3四歩と取り込まれてしまって、同じく銀に2四歩と仕掛けられてしまって、これは後手からどんどん攻める展開にはならないんですね。同歩同飛車が銀取りになってしまって後手がうまくいかないですね。なのでこの3五歩には同歩と取るしかないです。そして同じく角、ここで、次に7一角成を狙ってますので、後手は何かを受ける必要があるんですけれども、ここで4四歩と止めてしまうと、これは後手から銀が今出るところですからね、攻めれなくなってしまいますので、4四銀と積極的に銀を使っていきましょう。ここでは、2六角と角を引いたり、6八角とこちら側に引く形もあるんですけれども、角を逃げずに2四歩と、先手が攻めてきた時にどういうふうな展開になるかを見ていきましょう。これを同歩とですね取ると、同角となって2三歩に6八角と手順にこの2枚の歩を交換されてしまうわけですね。なのでこれは後手にとってはすごい悔しいということなので、今2四歩と突いたところなんですけれども、3五銀とちょっと怖いんですけれども角を取っちゃうのが一番いい手です。当然先手は2三歩成、ここで次の一手があるのでこの角が取れるわけですね。4四角とかわして3二と同玉、ここで先手としてはですね、この飛車をなんとか成り込みたい形ですね。3三歩とそのために一回歩を打ちます。これは同玉はもちろん桂馬を取られてしまって失敗しますし、同角と取るのも2三金と打たれて、角を取られながら飛車も成られてしまいますので、3三歩に対して同角と取る手はないですね。3三歩に対しては同桂と桂馬で取ります。さてこの攻め合いがどちらがいいかですね。次にこれで先手がゆっくりしていると2六歩と蓋をされてしまって飛車を封じ込まれてしまいます。こうなってしまってはいけないので2二金と打ちます。4一玉に2三飛車成、これで一見先手がうまく
気持ちよく攻めているように見えるんですけれども、次の4二金という手がしっかりとした受けになります。ここで1一金と香車を取りますが、3二金、2一竜と王手をされるんですけれども、この金がぴったりマークするわけですね。3一金に2八竜、2六歩となって、竜を抑え込むことができたので後手が優勢になります。ほっとけば2二飛車から2七歩成の逆襲も楽しみですね。1一金と香車を取る手はうまくいかなかったので、次はこの局面ですね。次はここで3二歩と垂らす変化を見てみましょう。これは次に3一歩成となって3二金と5一玉に3二金と寄って、竜の侵入を狙っています。一見これで後手が困っているように見えるんですけれども、ここでうまい一手がありますね。4五角と竜取りに打ちます。これに対して3一歩成は5一玉と逃げておいて、この竜をよく見るとですね、どこにも行けないというか、逃げる場所といったら2八しかないんですけれども、やはり2六歩と抑え込めます。こうなってしまってはもう後手が優勢になるので、この4五角に対しては3一金とするよりないんですけれども、5二玉と、これさっきまでは5一に逃げていたんですけれども、5二に逃げるのにはちょっとした訳があるんですね。はい、で2一竜といくんですけれども、8一飛車と引く手がこの竜をこうぴったり受けているんですね。で1一竜と香車を取りますけれども、3二金と、これ結構思い切った手で、この手があるからこの8一飛車と引けたわけですね。同金は1一竜と1一の竜が取れます。2一金と先手は逃げるんですけれども、ちょっとこれじゃ辛いですね。次の一手で2五桂と桂馬を跳ねると、この2枚の角がよく効いていて、これ4四の角で竜取りなんですね。先手としては1三竜と逃げるんですけれども、この金が取れるということで、これは後手がうまくいきます。なのでこの4五角の筋があって、この3二歩の変化もうまくいかないんですね。ちょっと戻りますけれども、今4二金と寄った場面で、最初に1一金、後から3二歩と2つの変化を調べていきましたけれども、後手が大丈夫だと、後手優勢ということが分かりました。4五角から2五桂と2枚の角を使っていったり、8一飛車と引く手がポイントになったと思います。いかがだったでしょうか。次回は、先手2四歩その2、俺の地下鉄飛車を解説していきたいと思います。